グータラズです。今日はね、ディアゴのカーライフシリーズ40ソアラ、前もやってるんですけどね、東京駅前に入ってるんですけど、ちょっとね、静かなんですよ。静かっていうかね、ちょっとせっかくなんで、東京駅前のサウンドをこう堪能したいってことで、ちょっとマフラーとね、あとはね、ホイール、ついでにね、変えちゃおうと思います。そう、届きました。かなりでかい箱。ほんとでかかったな、これ。ちょっとね、合宿免許取りに行ってたんですよ。大型大徳牽引。そしたらね、帰ってきたらこの箱届いてました。邪魔だよって言われてさ。邪魔だよね。なんでね、さっさとつけてみます。そう。こういうタイプ。今までついてるのはトムスのね、マフラーです。だからちょっとね、音が静かなんですよ。なので、せっかく東京駅までがね、刺さった。開始していこう。そう、今の音聞いてみましょう。現状の音だね。悪くはないよね。悪くはないですけど、ちょっと静かなんだよね。せっかくね、東京駅まで入ってるんでね、ちょっと音をね、楽しんでいこうと思って、ちょっと変えてみます。こういう風に2本出しですね、ついてます。で、センターパイプはね、トムス。センターパイプもトムスですね。で、あとは、触媒は、サードのスポーツキャタライザー、メダルキャタライザーが入ってます。もうね、本当にポイポイ取れます。簡単です。もう固着もないですし、本当に簡単にポイポイポイと取れる感じですね。ちょっとね、ハンガーに引っかかってるところがね、ちょっとめんどくさいだけで、それも難なくね、外れてきます。トムソンマフラーでもいいんだけどね、つけた感じは、もう結果から言っちゃうけど、トムスの方がね、やっぱりトルク感もありますね。やっぱ抜けが良すぎるんでしょうね。ほぼ直感みたいなもんですから。そう、かなりすんなり外れました。あとはね、逆手順で取り付けるだけ。これもね、本当に簡単。パパパッとね、取り付けられます。では聞いてみましょう。めっちゃいい音。めっちゃいい音。あとでね、最後またね、感想言っていきます。ではね、ホイールも変えるんですよ。なんでホイール変えるかっていうと、せっかくね、トムスのハイパーブレーキキットついてるんでね、もっと見せたいってことで。でね、5本スポークにします。ワークの G ストにね、変えていきます。で、ワークの G ストあるんですけど、ビッグキャリパー対応じゃないんで、どうしてもスペーサーが必要なんですよね。なので、今ついてるワイトレなんですけど、これはね、15mm なんです。これがね、ちょっとね、はみ出るんです。はみ出しちゃうんで、なのでね、10mm。10mm だと、だいたいギリでつらい位置ぐらいかな。なので、10mm つけるんですけど、10mm ってね、ワイトレ出てないんでね。なので、ロングハーフボルトに交換しようと思います。そうそう。これね、なんでこんなことになったかっていうと、ワイトレ外すのにブレーキをね、かけてたんですよ。そしたらね、そこから外れなくなったっていうね。よくみんなあると思うよ、これね。なので、そのまま取りました。FR だからね。いいやと思って。ドラシャもかかってないし、サイドブレーキもないんでね、すんなりセットでポロって取れてきました。
待ってマジ重たい。ほんと重たいセットだと。まあいいや。このままね。まあブレーキのね、ブレーキライン、ブレーキホースね、切らないようにどっかにね、で、こう、かけておきます。かけておくっていうか置いといてよね。逆に置きやすい、セットだと。逆に置きやすいっていうね。だって外れなかったの。まあいいや、これで。外れたから。でね、気を取り直して、ハブボルトを交換していきます。まあこの状態でハブボルトを交換していきます。そう、意外とね、がっちり固定できるっていうね、セットだと。吊るさなくてもいいっていうね。そんなメリットが。まあいいや。そう、純正のハブね、変えていきます。まあ直接本当は叩くの良くないですけど、これね、先っぽが、なんていうのかな。ネジ山がちょっとないタイプっていうのかな。ちょっと切ってあるっていうのかな。なのでね、叩いても大丈夫なハブボルトです、これ。うん。ポン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 叩きはね、スルッと取れてきます。ほんとこれだけの作業です。これをね、取って。あとはね、ロングハブボルト。10ミリ長い、10ミリ長いハブボルトに交換です。そう、これをね、ポンポン外していくだけです。でね、このスプライン、縦溝っていうのがね、あります。メーカーによってね、違いますので、このスプラインをね、きっちり合わせましょう。きっちり合わせないとね、このハブボルト、ゆりゆりになってね、取れちゃったりします。そうするとね、最悪です。そうするとね、このナックルごと、なんていうのかな、それハブな交換になりますから。スプラインをね、きっちり合わせましょう。ほんでね、あとはね、もう俺は、バババッと電動でね、インパクトで回していきます。この時に裏側きっちりね隙間がないまでにこう締め上げた方がいいです。だから緩みの原因になりますからね。きっちりこの緩みがない程度にね締め上げていきましょう。これをね残り全部4箇所計10箇所やっていきます。左右側からね。ほら、綺麗だな。やっぱ新品だとこの状態になったらね、そうブレーキセットを戻していきます。ブレーキセットだからね。これマジで重い。マジで重いわ。いいよ、もう。このままもう本当に力技。本当に。もうこのままやっちゃいます。めんどくさいから。意外とこの方がなんか手っ取り早かった気がする。新しい方式かな。違うよね。そう、あとはね、キャリパーをね、固定していくだけ。2箇所で止まってるだけですんでね。きっちり止めてあげましょう。でね、スペーサーを組んでいきます。ハブリングのセットのスペーサーですね。俺どうしてもこのハブリングつけたい派なんで、ちょうどこのね、ワークのホイールにぴったりのハブリングのサイズでした。ぴったりっていうか、ちょっと小さかったのかな。いいかと思って。0.3 ミリぐらいね、このハブリング、ちょっと小さかった気がするな。でね、G ストつけていきましょう。このワークの G スト、ビッグキャリパー対応じゃなかったんで、こうやってね、スペーサーをつけていきます。つけていかないとね、キャリパーに当たるんですよ。がっつり当たります。リアはね、すんなり入るんですけど、やっぱフロントはね、デカめのブレーキ入ってると、こういうことが起きるんでね、結構注意して買った方がいいです。結構ね、ネットで中古で買ったりするとね、絶対合わないですから、こういうことしなきゃね、ダメなんですけどね。であとはね、ナット組んでいくだけです。この時、測ってきっちり仮組みしてね、1ミリでいいなって思ったんですけどね、キャリパーとホイールのね、クリアランス、ほんと2、3ミリしかない。すごいギリギリです。2、3ミリあればね、大丈夫ですよ。2、3ミリあれば、なんてことはないですよ。いやー、かっこいい。俺、この G スト大好きなんだよな。で、装着した感じ、こういう感じですね。フロント 10J、リアが 10.5J です。いいな。やっぱりスポーツカーには5本スポークが似合うね。何せこのビッグキャリパー、このトムスのね、ハイパーブレーキキットをね、もっと見せたかったっていうことでね、この G ストを履いたんですけど、前から持っていた、ストックしてたね、俺のコレクションの一つなんですけどね、
それをね、履かしてみました。そう、最後にまたエキゾストサウンド聞いていこう。ということでね、最後またエキゾーストサウンド聞いてもらいました。いや、マジでね、本当にいい音。東京駅前に入ってるんでね、やっぱりその音を楽しみたいってことで、ちょっとね、マフラー、テールエンドをね、ストレートタイプにしてみました。センターパイプはね、トムスのセンターパイプ入ってます。そこにはね、対向2、3箇所あるんですけど、いや、それでもいい音ですね。本当にいい音。V8の盗聴入ってるとこんなにいい音するんだと思って、ちょっとね、感動してます。本当にね、直感も V8 の直感ってYouTube にいっぱい出てますけど、それ聞いた時もね、いい音だなと思ったんですけどね、我ながら自分の車ながらにそれよりもね、いい音かなと感じております。ただうるさいね、少しうるさいんでね、もう冬なんで冬眠します。この車たち冬眠しますんでね、ちょっと冬眠の前にね、遊びでねやってみました。走るにはちょっとうるさすぎるかなって思ってるんでね、ちょっとね、走るときはね、トムスのマフラーに変えようとは思っております。ってことでね、あとはホイールもね、変えました。ワークの G スト、あれ大好きなんだよな。あれ G スト5だね。今6本スポークになってますけど、新しいの6本出てんだね。5本スポークは大好きなんですよね。トムスのハイパーブレーキキットをね、デカデカとこうね、見せるっていうのがね、目的でホイールも変えてね、また少し前回よりね、進化したように思います。ちょっと車高落としたいかなっていう感じあるんですけどね、また春かな、このトムスのソワールたち。春にね、雪降っちゃうんで、春にね、またカスタム開始します。ってことでね、冬眠前のちょっとしたこの遊びをね、やっていました。冬になります。こちらはね、雪国ですので、僕たちは青空ガレージなのでね、やっぱり車の作業できなくなります。冬になるとやっぱりね、時計だとかジャンクシリーズ増えてきますんでね、そちらも楽しみにしている皆さん、増えてきます。時計シリーズ増えてきますんでね、また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。